16歳女性がこの骨盤ストレッチでマイナス9キロ達成おめでとうございます。すごい。さらにこの骨盤体操を組み合わせてトータルでマイナス13キロ達成おめでとうございます。すごすぎます。あなたの股関節周りこんな風に硬くなってませんか？このままだと股関節が詰まってどんどん血流が悪くなり、どんどん下腹がぽっこりして太ももも太くなります。だから今回は高年期でまして骨盤ストレッチ紹介するので、一緒に骨盤股関節周り柔らかくしましょう。で、早速コンさんに骨盤の左右差を解消する種目教わります。まず足の長さチェックしていきましょう。ダラダラダラーっとね、ボラに足をフルートさせてポーンと足をやった時にくるぶしで左右の長さが違うかどうかチェックしてください。これがねビフォーです。なるほど。はい、同じ方はね、骨盤ほぐしということでやってみてください。違う方、ちょっとでも違う方は、アフター確かめていきましょう。ではそのまま寝ちゃいます。はい、僕右足が短いですね。おお、じゃあそれが深井さん、ズボラさんのビフォーですね。はい、とても簡単です。寝た状態から、首をですね、じゃあ右に傾けましょう。はい、はい、そのまま膝を右に倒します。はい、はい、最初首を真ん中に戻しましょう。天井向き。はい、で膝を戻しましょう。はい、これを反対もやっていきます。1で、はい、首左、2で膝左、3で首を戻して、はい、4で膝を戻します。はい、さああと2往復いきますね。1、2膝、3首、4膝を戻す。はい、1首左、2膝左、3首戻して、はい、4膝戻す。はい、あと1往復。はい、右首、膝右、はい、首戻して、はい、膝を戻します。最後、首左、はい、膝左、はい、首戻して、はい、膝戻します。はい、はい、ではゆっくりと体を起こしていただいたら、また今日みたいにズボラブルブル。はい、どうでしょうか、ズボラさんは。僕はちなみにぴったり合いました。素晴らしい。皆さんいかがでしょうか。3回で足りなかったらね、5回とか増やしてみるとバッチリ合うと思います。はい、こうすると痩せた時にお尻の細くなった時にお尻の大きさが違うとか足の長さ違うとか、そういったことをね解消しながらできますので。なるほど。あとはいつものズボラさんトレーニングでバッチリです。やっていきます。スマホ持って上向きに寝ましょう。膝を曲げたまま、まずはつま先をしっかりグッと上げていきます。ゆっくりでいいので、もう普段上げない範囲までしっかりグッと上げ切りましょう。で、ついでに腹筋も鍛えたい方はちょっとね、お腹グッと力入れておくとついでに腹筋も鍛えられます。しっかりつま先を上げ切りましょう。ちょっとコンさんにとってはね簡単すぎるかもしれないですけど、しっかり上げ切る。こう呼吸だけ止めないように意識しましょう。こうさらにね、膝と膝しっかりつけておけば内ももにまで効いてきます。しっかりつま先を上げ切る。ラスト1回しっかり上げましょう。よし、 OK です。次は膝曲げたままぐっと足持ち上げて、こう膝と膝タッチするイメージです。ちょっとお尻が上がるぐらいまで持ち上げていきましょう。こんな感じですね。ちょっとお尻浮かせておくと腹筋にも効いてきます。で、しっかり内もも使って膝と膝をタッチするイメージでやっていきましょう。結構きついですね。いや、きついですよ、これだけで。で、いつもコンさんの動画だとこれで腰が痛いときはお尻の下に手を入れましょうと言ってますね。こうするとだいぶ腰への負担が減ります。じゃあ次はそのまま膝と膝ぐっと離して伸ばしきる。膝を離して伸ばしきる。これを繰り返していきましょう。お腹にもねぐっと力入れて腰反らないようにやっていきましょう。内ももはすごいですね。めちゃめちゃ効きます。スマホ見ながらとはいい。いや、きついですよねこれ。コンさんのチャンネルとかでね、スクワットとかそういうもうちょっとハードなメニューやってるんで、それと比べるとあれかもしれないんですけど、ちょっとねしっかり開いて伸ばしきる。きついですね。腹筋にも効きますからね、頑張って。呼吸だけ止めないように頑張ってしっかり伸ばしきる。よし、 OK です。次はですね、足パカです。で、足パカゆっくり限界まで開いてゆっくり閉じますよ。ゆっくり限界まで開く。まだ開く、まだ開く。開く、開く、開く、開く。膝はできたら伸ばしておきましょう。よし、ここからゆっくり戻します。腰
腰が痛い人、お尻の下手を入れましょう。内もも使ってしっかり膝と膝グッとつけるところまで戻して、ちょっと最後内もも使ってギュッと内ももを締めましょう。よし OK です。次はですね、このまま足パカクロスです。限界まで開いてクロス、限界まで開いてクロス、なるべく膝曲がらないようにしましょう。コンさんなんか逆にこの足パカで意識してるところってあります？足パカですか、はい、勢いつけないところですかね。勢いつけない。すみません、僕多分下でこうファーンってやるとちょっとね股関節パキってなる方、なるほど、痛かったりするんで、ゆっくりやることは意識してますね。僕はめちゃめちゃいつも早く足パカやってますね、そう言われると。確かにゆっくりやると結構きつくなります。そうですね。頑張って。しっかりクロス。よし、OK。次はですね、休憩ストレッチ。休憩ストレッチ。肩幅に広げたまま左右に倒すだけ。すごい、休憩という概念が休憩ストレッチですよ。ズボラストレッチさはあるんですね。そうです。で、これもお腹鍛えたい方は腹筋力入れてちゃんと上半身グッと固定した状態で左右に足振ると休憩なんですけど腹筋が鍛えられる。しっかり膝左右に倒す。呼吸は止めないようにして、よし OK で、次は、膝曲げたまま、しっかり外にグッと開いて膝と膝をつける。限界まで開いて膝と膝をグッとつける。これを繰り返していきましょう。しっかり閉じる。限界まで開いて、閉じるときは押し付けた方がいいですか？内もも使って、そうしてグッと押し付ける感じで、押し付けて、で逆に開くときもお尻使ってグッと限界まで開く。お尻もきますね。はい、しっかり閉じる。開いてしっかり最後までグッと閉じましょう。次はそしたら膝曲げたままですね、こう足を持ち上げます。で、お尻行くぐらいまで持ち上げて膝と膝つけたままちょっとグッとお尻を上げる。下っ腹に効かせる種目です。コウさんしっかり膝と膝ついてますか？膝と膝 OK です。こうすると内もも離れちゃダメなんですね。ダメです。つけたまま。つけたまま。上に来るときに離れそうになります、離れますね。しっかりつけると内ももめちゃめちゃ効きます。なるほど、確かに。よし、あとラスト1回グッと上げて、よっしゃ。では次は、はい、足パカの状態で膝曲げ伸ばしですね。こういきますか。曲げ伸ばし、しっかり曲げ切って伸ばしきる。曲げ切る、伸ばしきる。伸ばしきるときにこの膝肉をね、撃退できます。逆にきついよって人、僕みたいにこうやって手使ってズルしても OK です。すごいズルという概念が曲げ切って伸ばしきる。あったんですね。そうです。でも内ももが膝もですけどね、内もももきますね。内ももめちゃめちゃ効きます。よし、あと2回しっかり伸ばしきる。曲げてもう一回伸ばしきる。よっしゃ。次はじゃあ、もう一回足パカです。足パカしてキープ。キープ、キープ。そのままキープ。しっかり膝伸ばして、限界まで開いてキープ。内もも伸ばしてます。しっかり腹筋力入れておきましょう。そうですね、腰反りそうですね。お尻の下に手を入れても大丈夫で、もしきつかったらちょっと膝曲がっても大丈夫です。余裕がある人は膝を伸ばしておきましょう。呼吸だけ止めないように意識を続けましょう。よし、OK。次もう一回上向きになっていただいて、また休憩ストレッチです。休憩ストレッチ。はい、膝を伸ばしたまま肩幅よりちょっと広めに足開きます。はい、で、つま先内外にねじる。股関節付け根からねじるイメージですね。はい、そうです。しっかりすごいですね。ズボラですね。ズボラですよ。でもしっかりと辛いですね、ちゃんとやると。結構きついです。内股気味の方は外にしっかり、ガニ股気味の方は内にしっかり入れましょう。すごい。で、どうしても腰反っちゃうって人は膝曲げてさっきのね休憩みたいにやってもいいです。
付け根から動かすイメージ。腹筋ね、力入れておくとお腹も効いてきます。よいしょ。 OK です。じゃあ次は膝揃えて左右に振っていきます。しっかり膝と膝つけたままですね。手はどうしたらいいですか？手どっかなんかの楽なところで大丈夫です。なるほど、OK。なるべくこう肩甲骨が両方とも床についたままだと良いと思います。はい。浮かないってことですね。浮かないようにはい。膝同士はしっかりつけたままいいです。膝が離れたらダメということですね。OK もうとにかく内ももはずっとこう力入れておくイメージですね。なるほど。ずっと閉じて。よし、OK。そしたら次は、寝たままですね、はい右膝しっかり伸ばしきる、はい。戻す、伸ばしきる、戻す、これだけなんですが、しっかり伸ばしきるときにつま先ちょっと自分の方向けておくと膝の裏、ふくらはぎも伸びまあー、す。すごい。ゆっくりでいいのでしっかり伸ばしきる。ついでにね、ちょっと高めで足上げれば腹筋にまで効いてくるという、もう大体こうズボラでめんどくさがりなので足痩せとついでに腹筋もやっちゃおうっていう考えですね。言葉に騙されちゃいけない、これ。きついですよね。しっかりきつい。伸ばしきる。頑張って。よし、OK。次、左足もいきます。はい。しっかり膝伸ばしきる。余裕があればつま先手前向けておく。つま先は自分の方に曲げて伸ばしきる。曲げてしっかり曲げて伸ばしきる。呼吸はね、皆さん止めないようにしましょう。で、余裕ある人高めに上げれば腹筋効いてきますからね。プラス膝の裏、ふくらはぎのストレッチにもなります。 OK。 じゃあ次、寝たまま、右の股関節外回していきます。膝を曲げたままで OK です。大きく外回し、できる限り大きく外回しで、股関節ゴリゴリなるよって方は特に痛みがなければそのままで大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回すといいと思います。でもポンさんの視聴者もいますか？股関節ゴリゴリなるって人。そうですね、多いですね。やっぱり足パカとか、それか。そうですね。あと下っ腹で足バタバタする動きとかね、なるほど。多いみたいですね。どうしてますそういう時？ストレッチを何個か紹介してますね。それですよね。いいですね。 OK。 じゃあ次、左足外回しです。僕も同じくこうやって回して股関節がポキポキなる人用の動画作ってますので、概要欄貼っておきますので、ぜひポキポキなる方はやってみてください。助かりますね、それはね。もうそれ専用ですからね。確かゆっくり大きく普段動かさない範囲で外回ししましょう。で、ちゃんと大きく回すと腹筋もね効いてきます。特にこの足上げるときにお腹も使います。後ろす一回ゆっくり大きく回しましょう。よし、 OK。 そしたら次は両手万歳です。万歳して手をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。で、この時スマホの画面見てなくて大丈夫です。僕が終わりを伝えます。なるべく手をこう遠くに万歳することで脇の下とかお腹のストレッチです。で、上げて肩、腰、痛みがある方は痛みない範囲でね OK です。余裕がある人は遠くに向かって指先ぐーっと伸ばすと脇の下、お腹伸びてくると思います。気持ちいいですね、これ。お腹も伸びますよね。はーい。瞑想。よし、 OK。 じゃあ最後で皆さんが一番気になる内もも付け根やっていきます。はい。じゃあ膝伸ばしてつま先しっかり外向けた状態で真上に上げます。この内もも付け根使うイメージです。右足からです。で、多少外もも前もも使っちゃってもいいです。内もも付け根にこう手を添えてね、あ、使ってるなーって感覚があれば OK。 つま先はしっかり外向けておきましょう。おい。付け根ありますよね、使う感覚が。ありますね、ここね。ちょうどコマネチのあたり。そうです、そうです。で、腰痛い方はコンさんみたいにね、反対の足膝曲げておくと腰への負担減ると思います。よし、ラスト1回しっかりグッと上げましょう。 OK。 次、そのまま左足いきます。
つま先しっかり外向けて真上に上げていきましょう。上げる。しっかり付け根使って上げていきましょう。足はまっすぐというよりはちょっと外側に開いたところでやるんですか？そうですね、その方が多分付け根に気がついてますね。 OK です。聞きます。つま先外向けてちょっと外側に出外側ですねした状態で。で僕の動画はこうやって寝たりとか座ってながら輪っかなんですけど、コンさんのはね、立ってスクワットとか、あと痩せるダンスとかもあるんで、もうちょっとねズボラで物足りないって方はめちゃめちゃおすすめです。お待ちしてます。ラスト1回上げます。よし、OK。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。もう全然ズボラじゃないです。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。